今からフロントのスタビライザーブッシュの交換をやります。で、前回リアのスタビブッシュとスタビリンクの交換をしたんですけど、ちょっと忙しくて2週間ぐらい空いてしまいました。基本的にはフロントのスタビライザー関係の部品は BZR と BZG は共通部品になってます。ね、リアは違うのにフロントはほぼほぼ同じって、なんかね、すごい不思議な感じがします。で、今回やる部分は、これ設計図なんですけど、ここになっています。で、使う部品はこいつらです。スタビライザーブッシュで、スタビライザーのブラケットで、これは左右向きがあるんですけど、ここに L とか R って刻印されています。で、他にはボルト2本とナットを使用します。で、ちょっと間違えてほしくないんで1点注意点があるんですけど、自分は間違えてやらかしました。この真ん中に来るボルトなんですけど、これにはタイプ A とタイプ B があって、本来はタイプ B を買うべきなのに、自分はタイプ A を買ってしまいました。これですね。で、タイプ B で、多分ね、正確なことは分かんないんですけど、ロックストックはほぼほぼタイプ B だと思います。ただ、このタイプ B も製造中止になってまして、入手することができません。でね、1個ね、重大なことに気づいたんで、ちょっとお見せします。よいしょ。この部分、このスタビライザーの、助手席側のスタビライザーのボルト、これ緩んでますよね。で、いつからこういう風に緩んでるのかわかんないんですけど、もしかしたら、これが段差を越えた時とかに、ハンドルが左に取られる原因なのかなと疑っています。あとね、もう一本トルクレンチ買ってしまいました。買ったのはこれ、ストレートっていうところのトルクレンチを買いました。今回これは差し込み角が2分の1インチで、トルク範囲が40から220ニュートンメーターとかなりのね、パワー型の、ある程度の重整備にも対応できる製品になってます。今回もね、ちょっとこれ使うかもしれない、これを使うかもしれないです。はい、ではね、今から作業の方やっていきます。せっかくなんでちょっと開けてみます。結構ね、重いです。ボルト2つがどうしても緩まなくて、1時間くらいもう車の下で作業してました。ちょっとね、車の下潜っていきます。このボルト、この3つのナット、ボルトで固定されてます。
で、これがね、全然、緩まなくて、むちゃくちゃ苦労しました。とりあえずこいつは、もう、今はもう大丈夫です。よいしょ。なんつうかな、硬いっていうよりはもう作業のスペースがね、狭くて力がかけられない感じでした。取れました。で、これはね、ちょっと、動くかな、これ。うん、もう片方も外さないと、ちょっとバーをね、反対側も外して、ちょっと下げないと取れないようになってます。よいしょ。こっちは、この、この真ん中。これがね、むちゃくちゃ硬かったです。このボルトは最初からね、なんか知んねえけど、緩んでたんですよね。うわ、でもなんか錆びてるな。緩んでるゆえに、なんか錆びてますね。なんかガリガリ言ってる。うわ、やばいぞ、これ。ここで一回止める。これ外すとね、スタビが落っこってくるんで、この、車載、パンタジャッキで、支えておきます。よいしょ。これぐらいでいいか。うん。よいしょ。よし、取れた。あー、すげえ錆びてますね、これ。これで、こいつが外れます。取れた。これブラケットですね。で、これを外す。で、これも方向覚えておきます。今見たんですけど、こっちは切れ目が前になってますね。こんな感じ。切れ目が前でした。
いしょ。こっちも切れ目が前です。じゃあね、今からちょっとここ掃除します。見た感じ、なんかあんまり汚れてないんですよね。錆も全くないし、なんかすごい綺麗な状態で、拍子抜けしてしまいました。まあ一応ね、綺麗にはしときます。これさ、いつも思うんだけど、このパーツクリーナーって、缶が長いから、ほんと車の下使いにくいよね。よいしょ。とてもいい状態だと、このスタビのバーは思います。この鼻の中には、錆止め、入れておきます。外したスタビブッシュ見ていきます。まず、左側、こっちですね。こんな感じです。で、ここにはもうクラックが日々入ってます。こういう上から見ても、この辺ですね。ちぎれてます。で、よく見たらわかるんですけど、なんか形が歪んでますね。こういうとこね。はい、右側の方。右側も、やっぱこれ、もう多分寿命ですね。多分一回も変えてないんじゃないかな、これは。で、やっぱりこうしてみたらわかるように、なんかちょっと歪んでますね。これもともとかな？いや、違いますよね。こうして比べると、ここがこう、右肩上がりみたいになってますね。まあ、こんな、もうちょっと使い物にならない感じです。で、ボルト緩んでたところ、緩んでたから、当然こんな感じで錆びてました。はい。で、このボルトは、もうね、今の時点で製造中止になってるんで再利用します。まあちょっと掃除して、まあ多分こいつは十分使えますね。やっぱね、こういうボルトとかも新品だと気持ちいいですね。じゃあ、これ、最後ウッシュにグリスを塗っていきます。
よし、じゃあね、これ今から、この新しいスタビブッシュとこのブラケット取り付けます。うん。ちょっとね、スタビライザーの位置を上に上げます。よし。よいしょ。よっしゃ、いい感じにはまりました。よいしょ。はい、なんとか取り付けが終わりました。
はい、こっちがね、なかなか取り付けに苦労したんですけど、なんかね、こう、どうしてもね、ゴムがうまく、このブラケットがはまらないときは、このバーを、なんかこう、上下左右に動かしてやると、うまくいく場合があります。よし。じゃあ最後にね、トルクレンチで締めて終わります。規定トルクは、19、147、で、これが50です。作業の方は無事に終わったんですけど、ちょっとね、最後の方、バタバタと慌ててやったんで、後日100キロぐらい走ってから、もう一回、ボルトの増し締めをやりたいと思います。で、それをやって完成とさせていただきます。はい。じゃあね、今日のところは、一旦これで終わります。あの後走ってみて全く問題はなかったんですけど、どうしてもね1点気になる点があったんで、実は一からやり直しました。でその箇所がこのスタビブッシュ、ちょっとねこうゴムが潰れて横に伸びちゃってるんですよね。でこれがちょっとね大丈夫かなと思って外して、でもう一回ね組み込みました。でその時の動画を出します。位置的にもバッチリだと思います。で、結論としては、これで多分大丈夫だと思います。最後に、ここのボルト。最初から緩んでたの。ね、緩んでたんですけど、これ、ここのボルト、実はこの中のメネジが潰れちゃってます。はい。だから多分ね、ちゃんとね、入ってなかったと思います。最初はね、ついてたんですけど、何回か脱着していくと、
うん。このボルトに、こういうね、針金みたいな糸くずがついて、一緒にね、ついてきました。もうこれはメネージが潰れちゃってますね。まあ、これどうしようかな。うん。まあ、タップを切るか、あとは、まあ、ヘリサートっていうやつを使ってみるか。まあ、ちょっとそれで、なんとかね、ちょっと対応してみようかなと思います。